α7-3 で YouTube 撮りたい人集まれ。どうも、ケイスケです。今日はですね、ちょっとね、レンズの話をしたいんですけども、僕ね、最近ハマってるレンズがね、ありまして、その話を今日はね、させてくださいよ。これです。この α7-3 につけてる 20mmF1.8 のレンズの話なんですけども、本当にね、最近ね、YouTube 始める人も多いと思うんですけども、てか YouTube ね、始めた方がいいよ。始めた方がいいって言い方あれなんですけども、僕は結構 YouTube 始めて、いろんな人とも交流できたし、結構夜 Zoom 飲みとかもね、YouTube やってる方々と、すごいYouTube で動画発信しててよかったなと思ってます。なのであなたもやってみてっていうのは結構無責任かもしれないんですけども、ただね、ちょっとでもやりたいと思ってるなら、やらないよりね、全然マシだと思うんで、ぜひね、やってみてほしいんですけども、で、そういうね、YouTube やりたいよっていう人の中で、めちゃくちゃニッチなんですけども、α7-3 で、α7-2 でもいいんですけども、α7 シリーズで YouTube 自撮りをしたいよっていう方、こんぐらいかもしれないけど、いると思うんです。そういう方々に、今回はそのベストなレンズをご紹介したいと思います。っていうかこれがね、僕の大好きなレンズなんで紹介したいだけなんですけども、なんでこれがベストだと思うのかっていうところね、今日はちょっと雑談みたいな形なんですけども、語っていこうと思います。ということで、早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、YouTube 始めるときって、何から集めるんだろう。普通カメラから考えること多いんじゃないかな。iPhone とかスマホで撮るっていうパターンか、もしくはちょっといいカメラで画質よく撮りたいよっていう人か、2パターンあるのかなと思います。で、ですね、あるかな。これだ。で、もしね、始めるんなら、こういうね、これはちょっとバージョン3なんですけども、この RX シリーズ、レンズも本体も一体型になってるやつが、一番最初、ハードルはね、低いんじゃないかなと僕は思ってます。なんですけども、やっぱり今までカメラとかやってきた方って、こういうね、一眼なミラーレス、ミラーレスしかり、一眼レフしかりなんですけども、レンズと本体が取り外せるみたいなね、タイプのものをね、選びたいって思う人も多いんじゃないかなと思います。そしたら正統派にね、α6400 とかこっちにね、向くやつ、最近だと富士フィルムの XT4 とかさ、こういうところでね、僕動画で話しましたけども、そういうこっちにね、液晶が向くモニターの方が分かりやすいと思うんですけども、ピーキーな人は、僕みたいなピーキーな人は α7-3 で撮ると。僕も毎日この α7-3 で撮ってます。で、じゃあ α7-3 で撮る場合って、レンズ何使えばいいのっていうところ結構僕もね、悩んだんですよ。何ミリがいいかとかもすげー悩んで、いろんなレンズ使ってきました。で、多分ね、これがベストだろうっていうものに、行き着いたのがこのレンズね。この 20mmF1.8G っていうレンズでした。で、まずそもそも、レンズの考え方、YouTube やるときのレンズの考え方なんですけども、普通ね、こうやって僕みたいに家でカメラを置いて撮るパターンっていうのは、何でもいいっていう言い方は変なんですけども、標準から広角あたりを使うことは多いんじゃないかなと思います。歪みをね、なるべく少なくしたいんだったら、やっぱりね、35から 50mm あたりは、歪みがなく、かつボケ感も多くて、すごくいいとは思うんですけども、僕とかだとね、こうやってね、やっぱり自撮りしたいんですよ。今あれねえや。目の前にあるやんけ。はい、これですね。このソニーの自撮り棒とかをこうやってかまして、自撮りをするわけですよ。こうやってね、自撮りをした時に、じゃあ何ミリぐらいがいいのっていうと、24ミリ、28ミリ以下じゃないと結構しんどいんですよね。α6400 とかだったら、1.5 倍で、23ミリ以下とかじゃないと結構厳しいんですよね。っていうのを考えると、置いた時にも、撮れて、かつ手持ちでこうやって撮影もできてっていうね、レンズが欲しいなっていうことでいろいろ探してて使ってみて、候補に上がったのが、ズームレンズも候補に上がったんですけども、結局あんまりズーム使わないなってことで、僕は単焦点レンズになりました。やっぱり残ったのがね、このね、20mmF1.8 と、で、24mmGM だったんですよね。で、この2つね、こちらの動画で比べてるんですけども、比べた時に、僕はね、20mm の方がいいと思います。ということで、紆余曲折あって、40mm のバッテ使ったりとか、24mm 使ったりとか、はたまたちょっと望遠気味の 55mm 使ったりとか、そういうのもやってきたんですけども、結局このね、超広角、超広角って言ってるのかわかんないけども、20mm ぐらいのね、画角に収まるという形になりました。で、前段が長くなりすぎたんですけども、このね、レンズのめちゃくちゃいいところ、ちょっとね、3つぐらい紹介させてください。ケイスケの動画。
はい。で、このレンズ、めちゃくちゃいいところがね、たくさんあるんですけども、ちょっと3つって適当に言っちゃった。適当に言っちゃったけども、たくさんあります。いいところまず1つ、めちゃめちゃね、画質っていう言い方は変なんですけども、解像感がいいです。レンズのキレってやつですね。すごい細かいところまで綺麗にこう表現してくれるんですよ。で結構 24mm との比較見てくれたらわかるんですけども、24mm のレンズってちょっとだけね、こうフリンジって言って窓の縁とかがね、こうピンク色の線が入ったりしてたんですけども、そういうのが全然なくてですね、広角なのであんまりボケないはずなのに、ちゃんとボケからのこう被写体が際立つというのがすごいなと思ってます。そこのね、もう本当にシンプルにこの画質の良さみたいなところがまず一番いいところで、2つ目がですね、オートフォーカスめちゃくちゃ早いんですよ。そもそもソニーのレンズってそんなにオートフォーカス遅いわけじゃないんですけども、やっぱりですね、外すことすごい少ないです。こうやって自撮りしててもそうだし、こうやってね、撮影しててもそうだし、なんかオートフォーカスずれるなとか、変に動くなって思ったことほぼなくて、なんかそういうところの扱いやすさもめちゃくちゃ一級品だなと思ってます。で、あとコンパクトね。やっぱりこの単焦点レンズの良さってコンパクトさじゃないですか。いくら α7-3 使ってるって言っても、例えば2470GM みたいなこのボーンってでかいやつをこうやってね持ってると手も疲れるし、周りから見たらあいつ何ごっついカメラ持ってんだと思われるわけなので、なるべくちっちゃくコンパクトに、コンパクトって言えるか分かんないですけども、比較的軽く、これ 371g だったかなくらいで、全然持てる重さで撮影ができます。これもすごくいいところで、あと歪みもすごい少ないと思う。なんかね、広角レンズってやっぱりね、端っこの方歪むんですよ。今これ 24mm で撮ってるんですけども、いつもはね、20mm で撮ってるのでもっと広いはずです。はい。このね、端っこの方結構歪みがちなんですけども、このレンズね、そんなめちゃくちゃ歪んでる感ないんですよね。広角でちょっと質の悪いレンズって端っこが流れるって言ったりするんですけども、そういう流れとかも全然感じなくて、なんか背景がぐにゃって歪んでる感じも全然しないので、すごくね、YouTube で使ってて心地がいいんですよね。で、それもすごくいいところだし、最後やっぱり 20mm っていう画角。これがね、僕はもうドンピシャにハマったんですよ。24mm って自撮りしてても入るんですけども、ちょこっとやっぱ狭いんですよね。なんか気持ち狭いの。あとやっぱり妻のフォトちゃんとね、普通に2人でこうやって撮りに行った時に 24mm だとギリギリ入んないんですよね。で、例えば 4K とかで撮った時って α7-3 の場合ってちょっとね、画角狭くなるんですよ。実は1.2 倍クロップだったかな。なんかちょっと端っこの方切り取られちゃうんですよね。なんで 24mm とか使うと、26から 28mm あたりになっちゃって、より狭く感じるみたいなね、ことがあるんですけども、この 20mm だったらもうバッチリ入ってくれるんですよ。もう妻も僕も含めてバッチリと入ってくれます。かつやっぱり旅行の時って背景もねしっかり入れたかったりするので、やっぱりねなるべく広角でね撮影するのがなんか見栄えもすごくいいような気がして、僕はねこのレンズすごくハマってます。本当そんな感じ。ちょっと何個言ったか忘れちゃった。何個言ったか忘れちゃったので、ちょっとここにね、編集の時に書いておきますけども、っていう感じで、いろんなね、いいポイントがあって、僕はね、このレンズに行き着きましたよって話です。あと、このレンズの、いいところ、ちょっとね、まだね、言うの忘れたところがあって、自撮りもそう、こうやってね、置いて撮影するのもそう、あとはですね、しっかりとした映像表現、シネマティックな Vlog っていうのも、これ1本で結構撮れちゃうんですよね。こちらの動画でですね、僕、これ1本、この 20mm1 本でコーヒーの動画作ってみたよ、みたいなね、動画を上げてるんですけども、これで見ていただいたら分かる通り、しっかりとボケもあるし、α7-3 にはスーパー 35mm クロップって言ってね、画質をほぼ劣化させることなく、1.5 倍にクロップできるので、30mm のレンズとしても使えるんですよね。室内でね、普通に撮る分にはしっかりボケ感もある、前景も入れられる、かつ、ピント合わせも楽勝みたいなね。感じで、すごく表現のしやすいレンズだと思いました。死角ないなと。自撮りもできて、置いた時にも撮れて、かつシネマティックの表現もできる。完璧かなというところで、僕はこのレンズにめちゃくちゃ惚れてますという話でございました。ケイスケの動画。てな感じで、このレンズね、僕が激推しなんですけども、最初はね、そんなに押してなかったんですよ。最初全然ね、20mm なんてそもそも僕ね、タムロンの 17-28mm とか持ってるし、そしたら使わないんじゃないかなと思ってたんですけども、見事にめちゃくちゃ使ってます。てか多分一番今使ってます。そのぐらいね、こいつ汎用性の高いレンズです。ちょっとね、高いのがネックですけども、11万、2万とかしちゃうのかな ?10 万前後しちゃうと思うんですけども、その価格っていう部分以外はもう本当に完璧なレンズだと思いますので、今ね、α7-3 とか α7 シリーズを使ってて、今 YouTube 自撮りしてますっていう方は、もうぜひね、このレンズに変えてみてほしい。マジで感動します。
というので、ね、今日の話はこのね、20mm F1.8 の話でした。α7 III にね、どんなレンズつければ YouTube 撮りやすいのみたいな話も踏まえて、お話しさせていただきました。という感じで、ちょっと雑談チェックになってしまったんですけども、最後まで見ていただき、ありがとうございました。逆に、α7 III 使ってる人とかで、こんなレンズもいいよとか、このレンズおすすめですみたいなのがあれば、ぜひね、その辺もコメント欄でいただけると嬉しいです。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最近ね、外出自粛でめちゃくちゃ物を買ってます。よいしょ、重い。こういうね、でっかい三脚とか、あとはね、今日はモニターアームとかも来るので、めちゃくちゃ家が改造できてるんですよね。またその辺も動画にしたいと思いますので、楽しみにしててください。じゃあね。